1989年代の SP500 の価格の今のアメリカの SP500 の価格比べると10倍以上なんですよ。でも日本の場合って日経平均だけの指数で買ってたら30年間成長してないんですよ。ブラジルに行ってみて、これ20年後にもう抜かれててもそんなに驚く要素ないよねっていう気がしちゃったんですよね。南米どうだった？昨日まで僕ブラジルにいたんですけど、アベプラの配信の1時間前ぐらいに家帰ってきたんですけど、ブラジルの物価がやばい。8年前ぐらいに僕ブラジル行ってて、その時別にねそこまで高いと思わなかったんですけど、今回ブラジルに行ってバスに乗って、でバスが休憩所、パーキングエリアみたいなところに行くんですよ。でパーキングエリアに売ってたプリングルスのバッタモンみたいなポテトチップスが約1000円で、マジかこれ1000円はぼったくってんなと思ったんですけど、で普通のスーパーでプリングルスをぼったくったようなやつが450円なんですよ。なので僕のイメージ3倍ぼったくってたと思うんですけど、ただ2倍ぼったくりだったんですよ。でもただのそのチップスター的なポテトチップスなんですよ。アメリカが高いとかヨーロッパが高いというのはもう感覚として分かってるので、まあ高いよねなんですけど、ブラジルってまあブリックスと言われるどちらかというと発展途上国の上の方のイメージだったので、でもなんか日本と物価変わらない、むしろ日本より高いっていうのが結構あったりするので、なのでなんかそのアフリカに行った時は割とその日本の人たちがこうなんか発展途上国を見るっていう感じだったんですけど、ブラジルに行ってみて、これ20年後にもう抜かれててもそんなに驚く要素ないよねっていう気がしちゃったんですよね。まあ現時点でやっぱりいろんなシステムだったりとか法的なものだったりとか、じゃあ清潔感とかみたいなのはやっぱり日本の方がいいよねっていうのは全然あると思うんですけど、ただそのなんか10年で割と違う国になっていて、んであとプラス10年ってなるともうちょっと想像を超える進化をしてるんじゃないかなと思うんですよね。でちょうど今なんか日本がバブル最高値を超えるかみたいなのを言っていて、日経平均がバブル時代1989年の12月の価格を超えるかどうかとかで、なんか日本景気いいじゃんみたいなことをニュースで言ってるんですけど、今日のアベプラでも言ってたんですけど、1989年代の SP500 の価格の今のアメリカの SP500 の価格比べると10倍以上なんですよ。1989年に日経平均的な SP500 の株的なもの、ファンド的なものを買ったとしましょう。で30年経ったらそれが10倍になってるんですよ。100万円突っ込んでたとしたらそれ1000万円になってるんですよ。でも日本の場合って日経平均だけの指数で買ってたら30年間成長してないんですよ。すごくない？なんか他の国はなんか30年の間に10倍になったりして、アメリカは伸びすぎだけどブラジルとかもやっぱり中国とかも他の国はずっと成長してるんですよ。普通にじゃあ平均成長率でいくと 5% とか 6% とか下手すると 10% 近い国とかもあったりするので、毎年毎年ちょっとずつ成長してるんですよね。日本の場合って成長率 1% とか0とかマイナスとかで、今年もなんか結局割とマイナスになるんじゃねえかって言われてるんですよね。インフレになったんですけど、1% いかないか 0% 台かマイナスかみたいなっていう風に考えると、やっぱり日本に投資するよりも外国に投資した方がいいよね。だってその20代の人が一生懸命お金稼いで、そのなけなしの100万円を日本に投資しました。100万円で50歳の時に利子がついて110万円ぐらいになりました。でもそれがブラジルだったりアメリカだったりに突っ込んでたらやっぱ1000万円とか2000万円になってたりするわけですよ。でそうするとじゃあ100万円突っ込んで50代の時に2000万円になってたら、あれもうプチリタイアできるんだねってなるじゃないですか。20代の時になんかこう100万円突っ込んで、30代の時に200万円突っ込んでとかっていうので5、600万円ぐらいをなんとか突っ込んだとして、でそれ10倍になったら5000万円6000万円になるじゃないですか。そしたら引退できるよねっていうので、やっぱ未来に対する夢があると思うんですけど、でも日本の場合ってじゃあ500万円作りました、でどっか入れておきました、50代60代になりました、500万円にプラス10万円ぐらいになりましたってなると、あれこの国投資してもしょうがないんじゃねってなっちゃうじゃないですか。っていうのを考えるとどうなのかなっていう気がするんですよね。はい。
安倍政権で平均賃金が下がったというツイートが万バズしてました。非正規含め雇用が増えたイコール失業率が下がったので、働き始めの人、お小遣い活用の人も含んだが平均になっているからですが、亡くなった後もけなしの目的のグラフで印象操作されているのが悲しいです。グラフ自体を見てないのか分かんないですけど、平均で言うと下がってるのは確かに事実なんじゃないかなと思うんですけど、で、その非正規を含め雇用が増えて失業率が下がったので、そういう平均が下がったというのは僕はやるべきではないと思ってる派なんですよ。非正規雇用というのがなければ人が足りないとなったらやっぱり高い値段を払って正社員には問わざるを得ないよねっていう形で賃金が下がらない形で労働者を増やすというのは可能なんですよ。でもその非正規雇用の人を増やすっていう形で労働力を確保するっていうのを企業がやってしまうっていうのは非正規雇用が可能にしているっていう自民党政権が作った派遣 OK の法律の問題なので小泉さんあたりからずっと続いていることなんですけど、で安倍さんもそれ自体は変えてなかったので、安倍さんがなんか権限が全くなくて非正規雇用を変えられなかったっていうのであればそれは安倍さんはなんか言われる筋合いないよねなんですけど、安倍さんって一応その日本の憲政史上最長の政権だったんですよ。なので非正規雇用に関しての法律を変えるなんてやろうと思ったのはいくらでもできたはずなんですよ。でもやらなかったという選択を取ったんですよね、安倍さんが。なので僕は安倍さんが責められるという部分はあるんじゃないかなと思いますけど。日経平均めちゃくちゃ上がってますけど、今年リセッション来ると思いますか、それとも NISA 効果続きますかね。今のところ日経平均が上がっているのがあくまで円安に引きずられているという話なので、日本がバブルでというよりむしろその円安になったらその分株価上がるよね。日本以外の国から見ると円安になると日本のトヨタ自動車とかが割安に見えるんですよね、ユニクロとかが。なので結果として買いますって話なので、日本株が大人気でバカバカ買われてますというよりは円安によって誘導されているという話なので、なんかバブル崩壊みたいな話は日経平均がどうこうでは起きないんじゃないかなと思うんですけど、でアメリカのある程度インフレが収まるんじゃないかって言われていて、でアメリカのインフレが収まってリセッションあるのかなと思いきやまだまだ大丈夫ですみたいな感じだったりするので、なので日経平均がどうこうというよりはむしろアメリカの状況次第なんじゃないかなと思いますけどね。で円安になっているのというのは割と僕は NISA 効果結構あるんじゃないかなと思っていて、いくらだったかな、8000億円ぐらいなんか個人 NISA で買い越して月に8000億円ぐらい買い越してるらしいんですよね。でそれである程度円安になってすげえ儲かったっていう風に今結構世の中の人が言うようになってるわけじゃないですか。日経平均上がったっていうのもあるし円安になったりっていうので、そうするとじゃあもっと買った方がいいよねっていうので、多分よりその円安になると外国のものを買った方が為替的に得するので、なので余計外国に投資をするというのが増え、で結果としてどんどん円安になるっていうそのスパイラルが割とまだ続くんじゃないかなと思いますけど。ただそうすると日銀がどうするかって話になると思うんですけど、ただ日銀がまだ利子上げられるほど日本くないので、なので日銀としても困ったなって感じになるんじゃないかなと思ってますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。